はい、こんにちは。グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず、オンチェーン関連から見ていきますと、マントゴックスのアドレスから 32,371BTC が他のアドレスに送金されています。ドル換算では約22億ドル相当。この間の 500BTC の送金から5日で大量送金となっています。ただ、債券種分配は来年に延期とされてたんで、すぐ展開するわけではないと思いますけども、一応その後の進捗に注目ですね。あとはビットコインのマイニング難易度が100兆を超えてまして、また過去最高更新となっています。ハッシュレートの上昇を受けてのものとされてまして、こちらも価格上昇の要因の一つとされてますね。で、昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナスとなっています。ただ、昨日の記録的な大流出から回復傾向ではありますね。で、一方、イーサは各ファンドゼロ、香港もビットコイン、イーサともにゼロとなっています。ビットコインの価格は現在71,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米貿易収支、米非製造業 PMI、米 ISM 非製造業景気指数などがありました。米貿易収支、米非製造業 PMI はですね、前回を下回る結果、米 ISM 非製造業は前回予想を上回る結果となってまして、指標発表以降はですね、米ドル、米金利は下落、米株各指数は上向きとなったんですが、その後、米大統領選の開票が始まりまして、トランプ優勢という報道が出てから、米ドル高、ビットコインもさらに上向きになって、7万1000ドル突破となっています。ただ、開票状況を見るとですね、共和党支持の州が先に開票されてるんで、それはね、トランプ優勢になるんですよね。なので、まだ最後までどうなるかわからないと思います。米国債金は 4.367 を推移しておりまして、ナスダックが 2227、S&P 500が 5825、ダウ平均が 42,221、金ゴールドが 2,735 ドル、日経平均が 39,040 円、ドル円が 152.94 円となっています。個別株の方では、メタプラネットがコインシェアーズのブロックチェーングローバルイクイティインデックスに追加されたことが話題になっています。同社初のインデックス追加ということで注目されてますね。で、発表以降は株価も上昇してまして、本日日本市場開場後もさらに続伸して株価は2000円台突入となっています。ビットコインのデリバティブ関連ではですね、米大統領選以降の11月15日満期のオプションが6万4000ドルのプッツに寄っていることが注目されてまして、調整に備えてのヘッジポジションと見られています。で、ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 4.03%、額としては413億ドル相当、比率として全体ではロングが 52.5%、バイナスミはロングが 52.8% と上寄りになっています。今後の指標としては、本日11月6日にポーランド、マレーシアの政策金利、11月7日に米中銀政策金利、米非農業部門労働生産性指数第3四半期速報値、米新規失業保険申請件数、11月8日に米 FOMC などが控えております。他アナリストの見解ではですね、取引所の BTC のインフローが低下していることから売り圧が弱まるんじゃないかとか、あとはビットコインのドミナンスが上昇していることからアルトが比較的弱くなってるんで、米選挙中は BTC ロング、ソラナショートでいいんじゃないかというですね、K33、クリプトクアント、10X リサーチなどの見解が注目されています。今は指標よりも米大統領選の行方が注目されていますね。未だにどっちが勝つかわからないと言われてますけども、市場では結局どっちが勝ってもですね、その米ドルの価値が目減りするのは間違いないんで、長い目で見たら株高になるんじゃないかという見解が多くなってきた気がします。ビットコインはトランプ優勢が続けば A 定値コースなのかなと思いますけども、後半ハリスが追い上げてきた場合ですね、6万8000割れまで全然あるのかなとは思います。結果は今日明日あたりに出ると言われてますけども、果たしてトランプ大統領誕生となるのか、今後の進捗に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2490ドル、BTC 建ては 0.0351 と、先物の方では OI は全体でプラス 1.0%、額としては133億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.5%、バイナスミはロングが 78.7% と上入りになっています。ドル建てでは底値から反発しているように見えますけども、BTC 建てでは 0.035 をついに割ってまして、一時 0.0347 をつけてます。この辺はね、大方の想定通りの展開となっているのかなと思います。ビットコインが伸びるもですね、単独で強くなる要因が未だにないのが現状です。チャートだけ見たら BTC 建てで次 0.030 で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからアルト関連になります。
同時が比較的強くなってますね。要因としては大統領選でのトランプ&イーロンの活動ですね。であとは前から2人が推している政府効率化賞での同時の採用期待などが挙げられています。同時の価格は現在 0.17 ドル、BTC 建てはプラス 6.8%、時価総額は8位ですね。他のアルトが調整気味の中、デイリーで約プラス 10% を記録しています。こちらもトランプ勝利後どうなるのか注目ですね。あとミーム市場の方では、だいぶ前からトランプ氏とハリス氏に関連するミームが誕生して、盛り上がってましたけども、大統領選が始まってからですね、さらにその動きが加速してまして、ここ1日でイーサチェーンとソラナチェーン合わせて数千種類の選挙系ミームが誕生したとされています。DEX ツールズの方でトランプと入れて検索するだけでですね、数分刻みで流動性が提供されてはラグで資金全部抜かれるみたいな動きが見られますね。パンプファンの流行から誰でもミームが作れるフェーズになってですね、こういう動きが出てきてしまうとミームももう厳しくなりそうではありますね。あとその他リリース関連ではウェーブスの創設者サーシャ・イバノフ氏が手掛けているユニッツネットワークがメインネットリリース、分散型 AI プラットフォームパンディ AI がテストネットリリースを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。